ご理解第62節。昔から人もよかれ我もよかれ、人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。今までの過去の宗教観念、道徳観念、常識観念をかなぐり捨てる。そこから金光教の本当の助かりが得られる。我が身の上のおかげを受けて後に人を助けてやれとは、まず教祖の見教えが人間の助かりの最高理念と信ぜられるところまで高めていけ。愛楽理念はその手がかりを説く。今日は池上金光大臣大祭、教祖様のお祭りです。教祖様を称える、池上金光大臣様を称える。お礼を申すということでしょうか。教祖様にお礼を申す。また、その何と言ったらいいのでしょうかね。教祖様を表すとか、池上金光大臣様を表すといったようなことも申しますけれども、それで教祖様のご信心はこうだった。教祖様はこういうお方だった。ということを研究したり、発表したり、勉強したり、いろいろありますけれども、教祖様が一番喜んでくださること、池上金光大臣大祭として教祖様をお祭りする。そして例えば教祖様が一番喜んでくださることは何だろうかと思いますときに、その教祖様はこういうお方であった、こういう信心をされたと、それをつまびらかにする。もう確かに喜んでくださることには違いないでしょう。けれどもそれ以上に教祖様がもしおられて喜んでくださるとすれば何だろうか。それは教祖様がいただかれたようなおかげを、やはり後々のもの私どももいただき表していく。教祖様と同じような天地金の神様との関わり合いができて、同じように神様をいただき表すことではないでしょうかね。師匠がよく芭蕉の句ですか。この道を来る人もなき秋の暮れですか。この句をよくお話しくださっておりましたけれども、その後に続く者がいないことを嘆かれたのですね。師匠の信心はこうだった。教祖様の信心はこうだった。と勉強する人、研究する人は多いのでしょうけれども、ではその芭蕉が読まれた、その境地にいただいた、何というのでしょうかね。いわばその師匠の信心そのものをたどる人が少ない。いわば教祖様のご信心そのものをたどる人が少ないということなのですね。研究する人はたくさんおられます。しかしその信心をたどろうという人がなかなか少ないということを悲しく思われた
句だというのですね。一番教祖様が喜んでくださること、それは教祖様がたどられた道を私どももたどらせていただくということ。それは結局天地金の神様との関わり合い、類まれなるその関わり合いの中に神様が踊り出てくださる。神様がそのお働きを表してくださる。金光大神あって神が世に出たのであると言われるように、その神様を世に出してくださる。そのどういう信心をさせていただけば神様が世に現れ出てくださるのか。そこをやはり同じ信心の道を、これは魂の遍歴とも言われますけれども、その信心、どういう信心をされたのか、それをやはり私どももたどらせていただくことではないのでしょうかね。これは結局師匠の信心をたどらせていただくということとも同じであろうと思いますね。いかに師匠はこういう信心をなさったのだ、こういうおかげをいただかれたのだと勉強したところで、その詳しくなったところで、確かにある意味の喜びはいただけるでしょうけれども、本当の喜びではない。本当の喜びはその同じ道を、同じ信心をたどり、同じ神様のおかげをいただいて初めて、師匠も喜び、金光大神も喜び、神様も喜んでくださるのではないでしょうかね。その手始めが、まずはその見教えを踏み行うということではないでしょうか。師匠にお礼を申す。教祖池上金光大臣様にお礼を申す。ならばそのお礼を形として表す。なるほど。いろいろなお供え物をご神前に備えるということもありましょうけれども、一番のお礼はやはりその教えを守り行ずる。そしてそこに神様のお働きが現れる。これが一番のお礼になるのではないでしょうかね。師匠へのお礼、お礼のための精進と申されます。お礼心を持って成り行きを大切にさせていただく。その成り行きを大切にするところに神様のお働きがまた現れてくる。これが一番の師匠への、教祖様へのお礼となるのではないでしょうかね。また一番喜んでくださることではないかと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。